はい、今回は賃貸住宅に100インチのホームシアター空間を作りたいと思います。誰しも一度は憧れたことがあるはず。超大画面のあるシアタールーム。そんな非日常的な空間を自宅に作るというロマン。とはいえ、私が住んでいるのはごくごく普通のどこにでもあるような賃貸住宅。壁に穴は開けられないし、スペースも限られている。そんなありふれた我が家のお家に本格的なホームシアターを作りたいのです。今では賃貸の壁に柱も簡単に増設できるってのはなんとなくご存知かと思いますが、高品質なプロジェクタースクリーンも安くなっているのですよね。そして何よりプロジェクター本体そのものが驚くほど進化している。本当映画館もびっくりの綺麗さ。というわけで今回は高性能プロジェクターを使って賃貸住宅に最高峰のホームシアターシステムを作っていきたいと思います。はい、それではまず今回の目的を一旦整理しておきたいと思います。私がどのような場所にどのようなシアター環境を作りたいのかという話ですね。今回プロジェクターを設置するのはごくごく普通の賃貸マンションと言いましたが、天井や壁が整っておらず、下がり天井や吹かし壁といった意味不明な出っ張りも多くある、よくある日本の賃貸住宅の一室。特別な間取りでもなければ天井が高いわけでもない。むしろちょっと設置するのには難がある物件です。そんな賃貸住宅のリビングと寝室の2部屋に、それぞれ違うスタイルで大画面プロジェクターを設置してみました。まずはリビング。L 字型で14畳ほどある空間ですが、飛び出た部分をカットすると、実質的な長方形のリビングスペースは10畳前後になるかなと。実寸値では短い方が3メーター35センチ、長い方が4メーター25センチ。リビングにはダイニングテーブルと椅子があって、家族でご飯を食べたり、テレビを見たりする空間です。みんなで一緒に映像を見たり、ゲームしたりできたら良いなのスペース。人が集まる場所で一緒に盛り上がったり、情報共有に使ったりしても面白いなと。そしてもう一つ設置したのが寝室。広さは6畳の和室。短い方が2メーター65センチ。長い方が3メーター50センチ。普段は布団を敷いてテレビを見ながら寝るだけの部屋なのですが、床に座ったり寝っ転がりながら孤独にゲームをしたり、リラックスしながら使うことを想定して作りました。リビングと寝室、間取りが異なれば視聴スタイルも違うわけで、実際の設置方法も変わってくるとも感じております。そしてこれらのスペースにはすでに大画面テレビも置いてあるので、テレビ以上の大画面でテレビでは体験できない何かを感じ取るのが今回の真の目的。私はテレビやモニターといった映像が映るものは昔から非常に大好物なんですけれども、プロジェクターって正直あんまりいいイメージがないんですよね。そんな中、今回使用させていただいたのは、ハイスペックで話題の XGB Horizon S-Max というプロジェクター。200インチまで投影できて 3100ISO ルーメンという高性能モデルであり、この最高峰というプロジェクターがどれぐらい高性能なのか、30万円という価格が妥当なのか、大画面テレビと比べてどうなのかって、ちゃんとした環境を作って体験してみたいなと思ってやってみたわけです。具体的な XGB Horizon S-Max の使用感については後でしっかりと話したいと思うのですが、良くも悪くもこれはもうテレビとは全くの別物ですね。ちょっと別次元ですごかったので、その辺も含め賃貸ホームシアターの現状としてレビューできればと思っております。というわけで、ここからはプロジェクター用スクリーンの選び方に始まり、スクリーンの設置方法、プロジェクターの吊り下げ方法、スピーカーの接続方法と、私が実際どのようにホームシアター環境を構築していったのかって話を恥ずかしげもなく披露しています。概要欄には目次も作っておりますので、ごちゃごちゃうるせえなってところはすっ飛ばして、お好きなところから見ていっていただけると幸いです。それでは行ってみましょう。はい、それではプロジェクター用スクリーンの選び方について。プロジェクタースクリーンって昔は平気で数万円することもあり、だったら自分で作った方が安いんじゃないかと思って作ったこともあるんですが、今なら言える。スクリーンを自作するのはやめた方が良いです。スクリーンを自作するとなるとシーツといった大きな布が必要となり、その布を縦横均等に引っ張る仕組みも必要となります。自作の布ではどう頑張ってもシワやたるみやたわみが出てしまい、これが致命的。物干し竿といった長い棒でテンションをかけるだけでは全然綺麗に貼れないのです。意外と手間とコストもかかる割には見た目がチープで安っぽくなってしまいますからね。遮光のロールカーテンを使うといった方法もありますが、プロジェクターは綺麗に反射させることが目的。遮光したいカーテンと反射させたいプロジェクターでは目的も用途も違うから映り方も変わってくるのです。何より最近のプロジェクター用スクリーンって安いですからね。
私は壁固定タイプの吊り下げ式で100インチサイズを使っていますが、これで15,000円程度、手動タイプだけでなく電動スクリーンも大差ない金額で購入できてしまうのです。専用商品ではスクリーンを収納するハードフレームもついてくるので、設置も非常に簡単で、左右2箇所をネジで引っ掛ける、もしくは吊り下げるだけ。本体も頑丈で、たわまずガイド付きなのでスクリーンにもシワもできず、たるみなくピンと張れる構造になっています。出し入れも簡単、見た目も美しく高級感もあり小スペース。自作するよりも安くて早いし機能性も高い。もちろん綺麗に投影できるのです。まあ、この価格帯でここまで仕上がった製品が手に入るなら、わざわざ自作する必要はないというのが私の結論です。安すぎて不安なんですけど、評価も高かったですからね。概要欄にリンクも貼ってありますので、実際のレビューとかも参考にしてみてください。ちなみに私は手動スクリーンと自動スクリーンを併用していますが、昇降するのが楽なのは自動スクリーンで、設置の手間がないのは手動スクリーンです。見た目をスッキリさせたいなら手動タイプの方が良い。配線もないし、まあ意外と下げっぱなしにしてることも多いですから。自動スクリーンはリモコンで降りてくるハイテクな感じが良い。自動スクリーンの方が高価なイメージもあるとも思っております。実際のところどちらも似たような金額でサイズも設置方法も変わらず、重さもどちらも 7,8kg とあんまり変わりません。ケーブルが出てる以外はほんと大差ないですね。重さという点では手動スクリーンを使う場合はスクリーンの出し入れ時に下方向に力も加わるので、耐荷重という点においては自動スクリーンよりも手動スクリーンの方が余裕を持って設置した方が良いとも思いました。もちろん同じ重量の場合ね。私の場合、手動スクリーンの方は表面加工の良さそうなものを購入したので、手動スクリーンの方が5,000円くらい高額の約18,000円。自動スクリーンの方が約13,000円ほどで安かったんですが、正直どっちも綺麗なんで、写りの違いを感じるのは難しかったです。値段が高い方が生地がしっかりしてて、フレームもちょっとごつめなんですけど、映る映像に違いがあるかといえばごめんなさい、わからなかったです。あと、スクリーンには4対3比率の商品もありますが、ゲームも映画も16対9のワイドが主流なので、16対9のスクリーンから選んだ方が良いと思います。強いて言うデメリットは開封直後の独特の匂いがあることですね。買ったばかりは匂いがきつくて、油性ペンのマッキーのような匂いが部屋に充満します。食事の前や寝る前に広げてしまうと大変。最初は換気できるタイミングで広げた方が良いでしょう。まあこの匂いは最初だけ。2、3日も使えば気にならなくもなるので、こんなにコスパの高いスクリーンもないと思いました。はい、続いてスクリーンの設置方法について。スクリーンは左右2箇所を固定すれば吊り下げられると言いましたが、賃貸住宅にどうやってこの2箇所を固定するのかという話。賃貸で吊り下げ固定する方法は2つに絞られると思っており、一つはラブリコやディアウォールといった 2x4 アジャスターを使って天井と床を柱で突っ張ってその柱に設置する方法。もう一つは石膏ボードの壁に木材を固定してその木材に設置する方法です。賃貸での DIY といえば突っ張り方式がメジャーかと思うのですが、柱を床から天井まで突っ張る都合、スペースも木材のコストも必要となり、作業も大掛かりになってしまいます。プロジェクター用のスクリーンって意外と軽くて 10kg 未満。私が使っている電動スクリーンも 7,8kg 程度の重さです。棚を作ることを考えたら全然軽いので、それを吊り下げるために床から天井までわざわざ柱を立てる必要はないと私は判断しました。特にスクリーンは上部に設置するので、上だけに負荷がかかると突っ張り固定は倒れやすくなります。そして何より部屋に木材が並ぶ都合、部屋が狭くなり見た目も悪くなってしまいますからね。この辺の突っ張り固定のデメリットについては以前の動画でも詳しく解説しておりますので、よろしければそちらもご覧いただけると幸いです。そもそも小スペースというのがプロジェクター最大のメリット。スクリーンを壁掛けにしたいなら、ネジを打ち込める場所を2箇所だけ用意すれば良いのです。そこで今回私が使ったのが石膏ボードの壁に木材を固定するアイテム。壁にピンで木材を固定する方法です。本来はこの柱を使って棚を作るのですが、棚を作らず柱だけ活用するってわけ。石膏ボードの壁であれば、下地がない場所でも設置できるので、賃貸住宅だけでなく持ち家でも便利に使えると思っています。メジャーなのはアイワ金属のスタンドバー。スタンドバーは縦方向の木材をがっちり壁に固定できる DIY アイテム。左右2個で使うのが前提であり、片側上下2個の合計4セット使用した場合の耐荷重は 50kg。あと、私が使ったのは横向きに板を固定するラブリコの投げしレールブラケット。こちらは1枚あたりの耐荷重は 10kg。私は左右2枚使っているイレギュラーな使い方ですが、左右で 20kg はいけるかなと。
というわけで、これら2つの DIY パーツを実際どのように設置したのかっていうところを続いて具体的に見ていきたいと思います。はい、それではラブリゴの投げしレールブラケットを使ってリビングに100インチのプロジェクター用スクリーンを設置したいと思います。使う木材は厚みのある 2x4 材。以前ラブリゴの DIY で余った 2x4 の端材です。プロジェクターをネジ固定する場合、しっかりとネジを打ち込まないと強度も不安なので 2x4 材くらいの厚みがあった方が安心かと思います。板の厚みは2インチなので約38ミリほど、幅は4インチなので約89ミリ。板を設置してからスクリーン位置を微調整できるように少し長めの板を用意しています。私の場合は約30センチですね。設置するのは窓際の観葉植物コーナーで、我が家のリビングは窓際の天井だけ低くなっており、窓の部分だけ凹んでいるので、スクリーンを下ろしても窓際の観葉植物には当たらない仕組み。上にはエアコンもあって、左側の壁も出っ張っているという、絶妙にデッドスペースが重なり合っている場所。まさに賃貸ならではの不思議な間取り。まあ植物の周りってデッドスペースになりがちなので、この上側の飛び出た天井部分にスクリーンを取り付けることにより、うまくこの微妙なスペースも活用できるんじゃないかなと思った次第です。まずスクリーンを持ち上げて大体の位置を把握する。結構重いので一人では無理です。誰か近くの人に手伝ってもらいましょう。大体の位置が決まったら左右の板を固定していきます。投げしレールは左右水平に取り付けないと荷重バランスが崩れてしまうので、しっかりと水平位置の印をつけた方が良い。マスキングテープとか墨出し器もあると便利です。我が家の場合は出っ張った天井部分に沿わせて水平にしています。付属のフックパーツを壁に固定して、フックに差し込むホルダーを取り付けたら、ホルダーのついている両面テープを板に貼り付けて、板にホルダーを仮固定するという流れ。手前側から水平かどうかを確認しながらドーンと押し当てる。ここは目視での確認なので慎重に。右側を設置したら左側も同じ流れでドーン。両面テープで仮固定したらフックパーツから取り外してホルダーをネジでしっかりと固定してこれを壁に戻せば土台は完成です。で、最後にこの木材の土台にプロジェクター固定用のネジを取り付けるのですが、このネジを打つ場所がなかなか大変でした。プロジェクター側の穴は少しでもずれるとしっかりとはまらず、かといって木材に穴を開けてしまう都合を微調整はできませんからね。これだけ幅が広いと正確に印をつけるのも大変であり、しかも壁面の頭上、まあちょっと無理があるかなと。というわけで私は先に片側のネジを打ち込んで、プロジェクターを引っ掛けながらもう一方のネジ位置を印付けしました。ネジの高さ位置だけ事前に線を引いておいて、水平になるように揃えておき、横方向の位置がどこになるのかって感じですね。印をつけたらこちらも5ミリほど引っ掛け余白を残してネジを固定。あとはプロジェクターを引っ掛けたら完成です。リビングでは電動のプロジェクターを使っているので配線の処理もしています。私は配線をガチガチに固定するのは好きではなくって、後で微調整できるようにマグネットボードで固定しました。適当な板にスチールプレートを両面テープで貼り付けて、上からリメイクシートで覆ったものをアイワ金属のインテリアウォールバーで固定しています。スチールプレートはトタン板やブリキ板を使うと格安。今回はブリキ板を使っており、磁力強度を求めるならちょっと分厚いものを選ぶと良いでしょう。私は家にインテリアウォールバーが余っていたので使っていますが、投げしレールやスタンドバーの方がパーツがスリムなので、あえてこれを使う必要はないです。参考までにこれは投げしレールで固定したスチールボードと棚ですけど、こっちの方が見た目が良いかなと。ついでに隣のダイソンもスタンドバーで壁面固定しています。で、スチールボードを壁に取り付けたら、マグネット固定対応の電源タップをくっつけて、プロジェクターのリモコン背面の金具にもネオジム磁石をくっつけて固定。配線の処理はピンで固定して流れを作っております。賃貸の壁にもさせる、跡が目立ちにくいピンってやつ、100均で買いました。まあ具体的な我が家の配線ルールについては以前の動画でも詳しく解説しておりますので、今回は割愛。最後に木材の色を壁紙の色に合わせて塗装して完成です。はい、というわけでプロジェクター用スクリーンの設置にかかった費用は全部で15,000円くらいですね。2x材は端材を使ったので無料と言いたいところですが、このサイズなら買ったとしてもワンコイン、1000円もしません。あとは投げしレールブラケットが2つ、1個700円ほどで、2個で約1500円。木材の塗装、ミルクペイントが700円ほど、100インチの自動スクリーンが12,000、3,000円といったところでした。はい、続いて6畳間の和室に100インチのプロジェクタースクリーンを設置したいと思います。先ほどと同じく 2x4 の端材を使いますが、今度はスタンドバーを使って木材を縦方向に設置していきます。
こちらはスペースの都合、縦方向にしか木材を固定できず、手動スクリーンを使う予定なので強度も高くしたいってところ。先ほどの投げしレールでは壁にホルダーを固定してから木材にホルダーを固定するという順番でしたが、今から使うスタンドバーは先にホルダーを木材に固定してからホルダーを壁に固定するという順番になっています。というわけでスタンドバーのパーツを木材に固定していきます。マニュアル記載のホルダーの固定位置は板の上部が端から 100mm 以内、下の方は 50mm から 300mm の間。今回は短い板なので上の方は少し隙間を空けるくらいに設置して下が限界の5センチほどの位置に固定しました。マニュアルに記載されている数値っておそらく荷重の分散と回転方向のズレを防ぐためにこの数値にしているんだと勝手に判断していますが、今回吊り下げるプロジェクターは 10kg 未満ですからね。ネジさえ固定できれば問題ないんじゃないかなと。こちらは和室なので床で座って視聴したり、ゴロ寝視聴することも多いのでスクリーンが少し低い位置に来るように配慮。設置する場所は押し入れの手前。もともとは襖のあった場所なのですけど、襖を取っ払ってタンスや収納ケースが詰め込んであるので、この雑多な収納スペースを隠しつつ、スクリーンを設置できたら一石二鳥なんじゃないかなという算段です。ロールカーテンをプロジェクターとして使うのではなく、プロジェクターをロールカーテンとして使うという逆転の発想。素晴らしいですね。先ほどと同じくスクリーン本体を持ち上げて位置を確認。右側の壁が飛び出ており、右側だけ天井も下がっているので、この下がった位置に合わせつつ、天井と木材が干渉しないようにちょっと上に空間も空けています。スタンドバーは上から差し込んで固定する都合、上側に稼働するためのスペースも必要ですからね。これ意外と盲点なので気をつけてください。プロジェクターを固定するネジの位置はなるべく木材の中央に来た方が良いというのは言うまでもなく、今回は縦方向に木材を固定するので、横位置の猶予がなくシビア、右側を先に設置して固定位置を決めてしまい、それに合わせるように左側の柱も設置しました。スタンドバーは木材に固定したホルダーで壁に跡をつける仕組み。壁面に専用のトゲパーツで跡をつけてからホルダーを取り外し、トゲで印をつけた部分に取り外したホルダーをピン固定するという流れ。トゲの印はピン固定する3箇所のうち、下側の1箇所にしか印がつかないので、壁のトゲ跡と下側の穴を合わせて、パーツが水平かを目視で確認しつつ、上の2箇所を先に固定するとずれづらいです。両方の板を固定したら水平位置だけ揃えて印をつけておく。左右の天井や襖が歪んでいるという賃貸あるある。できれば床から測った方が正確になるんだけど、やはり墨出し機があると便利ですね。先ほどと同じく片側ネジ固定して引っ掛けながら印をつけて反対側もネジ固定。最後にスクリーンを引っ掛けて完成です。和室では手動のプロジェクターを使っているのですが、引っ張ってもビクともしないですね。かれこれ数ヶ月は使ってますが、落っこちてくるような気配も感じません。というわけで和室のプロジェクター用スクリーンの設置にかかった費用は、先ほどよりも高額な合計約2万円くらいですね。単純に先ほどよりも高いスクリーンを使ったから。約1万8000円のスクリーンを使っていますが、正直違いがわからないというのは先ほど申し上げた通りです。ちなみに今回6畳まで100インチのスクリーンを設置しましたが、この100インチというのが6畳まで投影できるギリギリのサイズとなります。一般的な6畳間は縦が 3.5 メートル、横が 2.6 メートルであり、一般的なプロジェクターで100インチを投影するには3メーター前後必要。今回私が使った XGIMI Horizon S Max も100インチ投影には約 2.69 メーターほど必要でした。6畳間に100インチスクリーンを投影する場合、部屋の縦の長い方向で視聴する必要があり、100インチスクリーンの横幅は約 2.5 メーター、6畳間の横幅約 2.6 メーターでぴったりのサイズなので100インチが限界サイズとなるのです。我が家の場合は家具がほとんどない6畳間だからこそ難なく設置できましたが、一般的に100インチを設置する場合は8畳から10畳くらいないと厳しいんじゃないかなとも思いました。はい。続いて、プロジェクター本体も吊り下げ固定していきたいと思います。プロジェクターを使って気づいたのが、本体の位置が低いと、スクリーンへ投影する難易度も上がるということ。吊り下げることで、プロジェクター前に遮蔽物がなくなるので、投影のバリエーションも増えるし、人が動いても被りづらくなる。そして、設置スペースも有効活用できるようになります。いくらプロジェクター本体がコンパクトとはいえ、毎回持ってきて設置するってのは面倒ですからね。
設置したまますぐ起動できて邪魔にならないようにしておきたいわけです。プロジェクターを吊り下げるとなると、真っ先に浮かぶのがダクトレールフィクサーを用いて吊り下げる方法なのですが、残念ながらこれは賃貸住宅では使えません。賃貸で固定できるダクトレールとなると、照明機器の引っ掛けシーリングに固定する簡易ダクトレールになってしまいます。これは耐荷重が5キロ前後と低く、プロジェクターを吊り下げるには不安が残ります。吊り下げるとしてもカメラやスピーカーくらいで限界。高性能プロジェクターともなると5キロくらいはあるので、これを固定したらダメでしょう。かといって賃貸では天井に穴を開けることも不可能なので、私は穴を開けても良い天板を作ることにしました。壁面固定で棚を作り、その棚板に吊り下げるという方法。正直棚があればプロジェクターは置けてしまうので、わざわざ吊り下げる必要もなかったりもする。用意するのは先ほどと同じく、相葉金属のスタンドバー、あとは棚受けと棚板ですね。スタンドバーには専用の棚受け、SPF ブラケットもあるので、思った以上に簡単に設置もできます。この棚受け、強度も高いのでプロジェクターを乗せても安心。こちらは奥行き25センチまで対応で、耐荷重30キロまで対応可能。スタンドバーで設置した柱に棚受けを固定して 2x4 を乗せるだけ。本来はテレビの上段ラックとして作ったんだけど、私が使用している XGIMI Horizon S Max がぴったり置けるミラクル。このプロジェクター、奥行き 17.4 センチと超コンパクトですからね。そしてこのプロジェクターには専用の吊り下げ金具もあるってことで、吊り下げ固定にも挑戦してみました。XGIMI の天吊り金具は 17,800 円。これ本来はコンクリートの天井に使用するための商品なので、くれぐれも参考までに。固定する天板はネジが抜けないように少し厚めの3センチの板を用意。使ったのはネジの効きが良く、それにも強そうなメルクシパインの修正剤。XGIMI の吊り下げパーツのサイズに合わせて棚板のサイズをカット。奥行き35センチで板の幅は90センチ。付属のボルトは使えないので、木ネジを別で用意。ワッシャーとバネはプロジェクターに付属していたものを再利用。ネジにかませてネジを緩みにくくしています。棚受けに使ったのは先ほどと同じくスタンドバー専用棚受けのロングタイプ。SPF ブラケットロング。こちらは奥行き35センチの棚板まで対応で、耐荷重は 30kg まで。スタンドバーは4個利用で耐荷重 50kg ですが、今回は万全を期して6個利用で耐荷重 70kg の柱にしました。棚板の重さが約 4.75kg で、プロジェクター本体の重量が約 4.8kg。XGIMI 天吊り金具が約 1kg なので、合計 11kg ほどの重量なので、大丈夫かなと。天板の中央に吊り下げ金具をネジ固定してから、棚受けに天板を固定するだけ。この専用パーツはよく考えられていて、プロジェクターの脱着も簡単。差し込むだけでプロジェクターを固定し、上に押し上げるだけでプロジェクターも外せるようになっていました。吊り下げていても楽に回転もできる。これ今気づいたんですけど、吊り下げ金具は棚板に横向きに固定しても良かったですね。横向きなら棚受けからの距離も短く、重心も壁寄りになるし、横向きの方が配線もやりやすかったんじゃないかなと。はい。というわけで、リビング棚の製作にかかった費用は約13,000円ほど。プロジェクター棚というよりテレビラックなので、棚板を多く使用しています。寝室のプロジェクターの吊り下げにかかった費用は、棚の費用だけだと約1万円といったところ。専用の吊り下げ金具がそこそこするので、合計で約28,000円ほど。棚板は以前デスクで使ったものを再利用したのですが、一応購入金額からおおよその金額を算出しています。実際吊り下げてみた感想としては、やはり吊り下げられるなら吊り下げた方が良いですね。下のスペースが有効活用できるし、プロジェクターに接続する機器も棚の上に置いておくことができる。専用の吊り下げ金具にはアダプタも収納できるので、配線もやりやすくなり、見栄えも圧倒的に良くなります。XGIMI の製品はデザインもよく考えられていますからね。あと、思わぬ副産物は吊り下げることで音も非常に良くなりました。プロジェクターは映像も音も本体から広がっていくわけで、何にせよ遮蔽物はない方が良い。XGIMI のプロジェクターはハーマンカードン 12W のスピーカーを2機搭載。合計 24W でサラウンドオーディオにも対応しています。正直別でスピーカーを用意しなくとも十分迫力があるんですけれども、せっかくなのでホームシアター用にサラウンドスピーカーも接続していきたいと思います。さて、スクリーンを固定してプロジェクターも設置できたら、次に考えるのがスピーカー、音響環境ですよね。ただせっかくプロジェクターやスクリーンがすっきり設置できるのに、スピーカー用の配線があちこち這い回るのは避けたいところ。というわけで今回導入したのは Alexa ホームシアターです。これは Amazon のエコーシリーズ、エコーやエコースタジオといったスマートスピーカーを使ってワイヤレスでホームシアターを構築する方法です。
Fire TV と Echo を Wi-Fi 経由で接続できるので、スピーカーとプロジェクターの完全無線化が実現します。設定もとても簡単で、Alexa アプリを使ってホームシアターを作成し、Fire TV と Echo をペアリングするだけ。サラウンドシステムのような配線の手間もなく、部屋もすっきりスピーカーも自由に置ける。スクリーンもスピーカーも必要なケーブルは電源のみ。すべて無線でつながる環境が完成するのです。具体的な設定方法や対応するデバイスとかについては以前の動画で詳しく解説しているのでそちらを参考にしていただけると嬉しいのですが、特にエコスタジオは360度サラウンドオーディオにも対応。5つのスピーカーを内蔵し、最大出力 330W というスペックを誇り、しかもこれペアで接続しての運用も可能ですからね。プロジェクターの内蔵スピーカーでは物足りないって人にも悪くないかなと。Apple のホームポッドでもワイヤレスでホームシアターオーディオに対応しているのですが、コストや対応機器の柔軟性を考えると、Alexa ホームシアターの方が導入しやすいのかと思っています。Apple TV を使うならホームポッドよりもイヤホンの AirPods やヘッドホンの AirPods Max という選択肢もある。耳元から出るサラウンド音源も進化していますからね。ホームシアターってなると真っ先にスピーカーが浮かぶのですが、賃貸住宅ではスピーカーの質を求めすぎると近隣トラブルにも発展しかねません。特に Apple TV は AirPods で Dolby Atmos の空間オーディオにも対応。二人で同時に接続して一緒に楽しむなんてこともできるわけで、AirPods なら家に縛られることもなく、いつでもどこでもシアター音響も楽しめるようになりますからね。とりあえずイヤホンで試してみてからスピーカーは考えるってのもありだと思いました。はい、ここまでホームシアター環境を作る方法を紹介してきましたが、ここからは実際に私がプロジェクターを使って気づいたことについて。私が現在使っているのは XGIMI のプロジェクター。XGIMI は家庭用プロジェクター市場において世界トップのシェアを誇るメーカー。そんな XGIMI の最新フラッグシップモデル Horizon S-Max を長く使ってみて改めてプロジェクターがどういうものなのか。私自身の認識も変わり、思うところもありましたので、最後にまとめておきたいと思います。大画面テレビと比べたプロジェクターのメリット、デメリットは何なのかって話ですね。まず私が気づいたメリットは、プロジェクターは意外と賃貸住宅と相性が良いということ。プロジェクター本体が非常にコンパクトであり小スペース。投影される側、スクリーンの設置自体も簡単で、DIY 作業時間は約1時間ほど。プロジェクター本体も吊り下げたい場合は作業が増えるとはいえ、これもテレビを壁掛けするよりは圧倒的に楽でしたからね。プロジェクター本体もスクリーンも持ち運べるサイズなので移動することもできるし、私のように複数の部屋にスクリーンを設置してしまうのもあり。簡易的に使うなら別に壁紙に直接投影したって良いでしょう。テレビって大型になるほど重くなり、設置の難易度も高くなるし、広さに限りのある賃貸住宅ではこの超巨大な物体を設置できる場所も限られるのです。65インチで約20キロ、75インチで約30キロ、85インチともなると4、50キロ。設置したら最後、次の引っ越しまで動かすってこともないでしょう。一方、プロジェクターは本体がコンパクトなので余裕で持ち運べます。小さいがゆえにほんとどこでも置けるし、投影するスクリーンも使う時だけ出せば良い。画面が収納できるので、普段はそのスペースの活用もできるし、設置してみて微妙なら、設置場所を変えることも難しくない。引っ越しや模様替えも簡単なのです。大画面テレビって使わないときは黒い大きな物体なので、少なからず圧迫感があるんですよね。大きなテレビがあるだけで部屋が狭くなったように感じるわけで、テレビのような圧迫感がないっていうのはプロジェクター最大のメリットだとも感じています。はい、続いて感じたメリット。大画面なのに思っている以上に綺麗に視聴できます。プロジェクターって投影する都合をテレビに比べて画質が劣るというイメージがあったのですが、これはもう遜色がないというか大画面テレビと錯覚するほど。特に 4K HDR 対応コンテンツを再生すると、テレビではわからなかった映像の美しさもよくわかります。各有私は55インチ、65インチ、75インチと現在も使っているのですが、100インチの映像体験はちょっと別物、鳥肌が立ちました。映画とかもそうなんですが、音楽のライブの 4K 映像とかを視聴すると臨場感がえげつない。これ撮影した映像なので伝わるかわからないんですが、投影しているスクリーンの目の前、超近くで見ても映像が潰れている感じがないのです。この辺のところは私が高性能プロジェクターを使っているというのもあるのですが、画面が大きくなればなるほど画質の良し悪しが明確となってしまうわけで、100インチくらいの大画面で視聴するつもりなら、なるべくプロジェクターにもお金をかけた方が良いのではないかなと。参考までに私が使用している XGIMI の Horizon S-Max は約30万円の製品。
いきなりプロジェクターに30万円ってためらう金額だと思うのですが、明るさは 3100ISO ルーメンで200インチまで対応可能という化け物スペック。ISO ルーメンって暗視ルーメンとは測定方法が異なるので、一概に明るさの比較はできないのですが、おおよそ暗視ルーメンの 1.3 倍から 1.5 倍が換算の目安。だいたい2100暗視ルーメン相当と考えればこの明るさの凄さもわかるでしょう。まあ私は提供してもらってる身なので価格のことをとやかく言う権利はないのですが、他社のハイエンドプロジェクターでは5、60万円するものも多いですからね。それらと比べて遜色ないスペックで、約30万円なら悪くはないと思うし、少なくともこの価格帯では最高クラスの製品と言って間違いないでしょう。もちろん明るければ良いという話ではなく、明るいプロジェクターって目も疲れがちなのですが、このプロジェクターはデュアルライト 2.0 という LED と3色レーザーのハイブリッド方式。青色レーザー単体にありがちなちらつきや眩しさを抑えつつ、自然で豊かな色味と高輝度を両立しているので目に刺さる感じがない。実際暗いところで視聴し続けても目が疲れづらいとも感じています。HDR 規格も HDR10 や HLG、ドルビービジョンと一通り対応しているし、このプロジェクターがすごいのが IMAX エンハンスドまで対応しているところ。まあ大画面で超高画質な映像をこんなに近くで見ることってなかなかできないですからね。近くから見てもディスプレイかと錯覚するほど、映像は端までくっきり歪みもなく、それでいてファンの音もすんごい静かですからね。これ結構低い位置、私の目の前に投影しているのですけど、リビングテーブルのすぐ脇でお酒を飲みながら映画鑑賞できるって不思議な感覚。これはさすがに映画館では体験できないし、やっぱりこのサイズでゲームができるってことが最高だとも思うのでした。はい、続いてのメリット。プロジェクターは持ち運びも設置も簡単となっており、様々な用途に使えるとも感じました。テレビに比べて小スペースというのは先ほど申し上げた通りなのですが、テレビよりも柔軟に使えるので活用の幅が広いです。ハイエンドプロジェクターは自動的にスクリーン調整するのも当たり前。設置してから投影するまでも非常に簡単なのです。プロジェクターの映像を上から下から横から斜めから投影しても正面から投影したような映像に一瞬で補正してくれる。これによりプロジェクターの本体を置く位置も自由自在。わざわざスクリーンの正面にプロジェクターを持ってくる必要もないのです。XGIMI Horizon S-Max では自動台形補正とオートフォーカス機能があるので、設置して電源を入れるだけでスクリーンエリアを認識して歪みのない綺麗な映像を映してくれます。障害物検知機能もあるのでスクリーンサイズも勝手に調整。このスクリーンの認識精度も非常に高く、わざわざ手動で調整する手間もないのです。賃貸って壁がデコボコしてたり、梁が飛び出たりもするのですけれども、そんなん気にすることもなく適当な角度でパパッと設置して映しただけで、壁に埋め込んだような画面で表示してくれるってびっくりする。台座も回転スタンドとなっており、投影角度も上下に調整できるので、天井に投影することも可能。寝ながら映画を見るという背徳感あふれる視聴スタイルも楽しめる。さらにはウォールカラー適用機能までもあるから、アクセントクロスといった色付き壁紙でもうまく補正して綺麗な映像を楽しめるのです。まさに映したいと思ったその場所がモニターになるって感じですね。私は据え置きで使うつもりでプロジェクターを導入したのですが、据え置きじゃなくても使えるって、いざという時に結構便利なのですよね。パーティー、会議にイベントと、これがあるだけでその空間も別物になる。みんなで集まった時にスイッチでゲームをやってみたり、ゲームプレイ時には自動的にゲームモードになり、アクションゲームも遅延なくプレイできるし、4分割すれば見えづらくて負けちゃったっていう言い訳もできないでしょう。また、Android TV OS を採用しているので、一通りのアプリには対応しているし、動画サービスも Unext、Amapla、DMM、Disney プラスと一通り対応。本体のアプリは Netflix に未対応なのですが、購入者は Netflix 対応のストリーミングデバイス、XGIMI ストリーミングドングルも無料でもらえるようになりましたからね。スマホの写真をミラーリングしてみんなで見ても面白いし、ただただ映像を流しておくってんでも楽しいんですよね。XGIMI には XGIMI Wall というアプリで環境音付きの映像を流せるのも面白い。潜水艦、宇宙、キャンプ、雨音、海の音、ちょっとした癒しの空間も作れるのです。私は100インチで使ってますが、広いスペースがあれば200インチまで表示できますからね。いろいろな場所に持ち込んで、むしろ自慢していきたいなとも思いました。はい、続いてプロジェクターを設置して気づいたデメリットについて。高性能プロジェクターはコストパフォーマンスが高いと言いましたが、
コスパが高くなるのは大画面で表示する場合であり、スクリーンサイズが小さくなるほどにコスパが悪くなると感じました。プロジェクターを設置するって時点で大画面を目的としているかと思うのですが、正直65インチ程度で使用するならテレビの方がコスパが高いのですよね。ハイスペックなプロジェクターは30万円を超える価格。この金額を出すなら有機 EL やミニ LED の65インチや75インチも手に入ってしまいますから。大画面での迫力がすごいと言いましたが、大画面で使わないなら正直プロジェクターの感動も薄れます。ハイエンドプロジェクターも宝の持ち腐れ。ぜひとも100インチを超えるサイズを目指して使っていただきたい。繰り返しますが、100インチを投影するには、6畳間の端から端までの距離が必要。前方には投影するためのスクリーンも必要ですからね。小スペースとはいえ、テレビとはまた違った制約があるということもお忘れなく。ちなみに投影距離が短い超単焦点プロジェクターなんてのも登場していますが、これはむしろスクリーンを近くに設置しないといけないので、どちらかといえばテレビと似た設置方法のプロジェクターとなります。壁際に設置して投影するため、設置に必要なスペースもテレビと大差なく、投影角度が急なため設置時がずれると歪みやすいという側面もある。本体もちょっと大きめのものが多く、投影する壁も開けておく必要があるんですよね。個人的には設置の自由度が高いのがプロジェクター最大のメリットだと思ってるので、超単焦点を選ぶのでしたら大画面テレビを買った方が、というのはあくまで個人の感想です。はい、続いてのデメリット。プロジェクターは明るい場所には弱いです。明るい場所で使うことを想定しているなら、プロジェクターではなくテレビを選んだ方が良い。いくら高性能プロジェクターとはいえど、やはり明るい室内で見れば映像の美しさはだいぶ薄れてしまいます。何を当たり前のことを言ってるのかと言われてしまえばそうなんですけれども、ハイエンドモデルでは明るい場所でも見えるって言われがちだからちょっと勘違いしていたのですよね。確かに日中の明るい部屋でもちゃんと見えはするのですけど、明るい部屋で見るのであればテレビの方が綺麗に見えます。明るい場所で綺麗に見せるにはより明るくする必要があり、プロジェクターは投影する都合をパネル自体が発光するテレビに比べてどうしても明るさで劣ってしまうのです。この辺のところはスマホ画面の明るさで考えるとわかりやすい。iPhone や Apple Watch も輝度を高くすることで直射日光が当たる外でも綺麗に見ることができる。数年前はスマホの輝度は1000ニト未満だったのに、今では2000ニトや3000ニトも当たり前。どんどん明るくなってますからね。というわけで、プロジェクターだって見えなくはないのですよ。ただ暗くすればもっと綺麗に見えるのに、明るい部屋のままでプロジェクター視聴するかといったら私にはできないのです。映画館だって明るいままでは上映しませんよね。そういうこと。部屋の明かりを消してしっかりと映像を楽しむのがプロジェクター。そもそもテレビとは目的が異なるのです。朝起きてとりあえずテレビをつけてテレビをなんとなく垂れ流しておく。みたいな使い方は向いていません。プロジェクターにはテレビチューナーがないとかそういう話ではなくって、明るい部屋で何か作業しながら見るならテレビの方が良いし、プロジェクターは投影する都合、人の動きも制限されるわけで、人がうろうろする場所にも使えないのです。逆を言えばテレビの必要性を感じていないなら、プロジェクターってのはとても良い選択肢ですね。現代ではテレビを見ない家庭も増えており、テレビ自体を置きたくないって人もいるでしょう。今やスマホで何でも代替できてしまう時代。映像の美しさにも気づきづらいですからね。日中は仕事でほぼ家にいないし、カーテンを閉めっぱなしにしておかないと隣の家から見えてしまうのが日本。自然とプロジェクターが生きる環境の人も多いはず。だからこそ見るという行為をあえてプロジェクターで深く楽しむのはなかなか贅沢で面白いのではないかなとも思いました。はい、最後のデメリット。プロジェクターはテレビに比べて入出力端子が少ないです。一般的なテレビには地上波用のアンテナ端子をはじめとして HDMI ポートが3、4個、光デジタルやヘッドホン端子など多彩な接続端子が標準装備されています。一方プロジェクターではハイエンドモデルでもこういった端子類が少なくって HDMI 端子が1、2個しかついてないパターンも多いのです。今回使っているこのプロジェクターでは HDMI 端子が1つ、USB 端子が2つしかありません。この辺のところはコンパクトさゆえに仕方ない部分ではあるのですが、高性能プロジェクターとして HDMI 端子が1個ってのはちょっと痛いかなと。先ほど Alexa ホームシアターを使うために Fire TV を接続と言いましたが、Fire TV といったストリーミングデバイスを接続してしまうと、他のデバイスが接続できなくなってしまうのです。
せっかく低遅延のゲームモードがあるのに、スイッチやプレストといったゲーム機も同時に複数接続しておけなかったり、結果私は Windows PC や Mac mini を接続してゲームメインで使うことが多くなっています。ミニキーボードがあれば鬼に金も、Mac もトラックパッドで操作も快適。Steam Link や PS リモートでリモートプレイしたり、Xbox クラウドゲーミングしてみたり、パソコンにゲーミングスペック不要で高画質プレイも可能。Fire TV を諦めることで Alexa ホームシアターは使えなくなっちゃったけど、内蔵スピーカーは合計 24W のハーマンカードンスピーカー、ドルビーアトモスの360度サラウンド音源にも対応していますからね。ちなみに XGME アプリでは GeForce Now、Steam Link、Moonlight、Parsec とゲームアプリにも一通り対応しているのですが、Wi-Fi 性能が Wi-Fi 5と通信速度にちょっと不安があります。そのため、私はクラウドゲーミングは外部デバイスを接続してプレイした方が良いと判断しました。高品質ゲームこそ大画面を活かしてラグなくプレイしたいですからね。GeForce Now Ultimate も活用すれば、小さいパソコンでも 4K HDR プレイができてしまう。このコンパクトなデバイス2つで、シアターゲーミング環境が整ってしまうってすごい時代になったもんだなとも思いました。はい、最後にまとめです。DIY 商品を使えばスクリーンは格安に固定できるし、15,000円もあれば本格的なスクリーンも購入できてしまう。本当、ホームシアターは手軽になったものだなと感じました。何よりこの大画面が天井から降ってくる感じ。賃貸住宅でこの環境が作れるってのはロマンしかないでしょう。完璧に投影できる環境を作ってしまえばこっちのもの。テレビではできない体験ができるわけで、プロジェクターにお金をかけるってのも納得。そしてこの XGME Horizon S-Max は市場価格で30万円ほど。この価格をどう思うかってのは各々の価値観次第ですが、おそらく元々のプロジェクターのイメージもあると思うのですよね。映像が汚く、設置も大変で音もうるさい。これらの問題が全てクリアになっているのであれば、ちょっと話も変わってくる。100インチのテレビって60万円はくだらないし、重量も 50kg オーバー。大画面を求めるほどにテレビよりもプロジェクターが現実的となり、そもそも我が家にこのサイズのテレビを置くことは不可能でしたからね。まあ映画館のような環境がこの小さな筐体1台で叶ってしまうなら、全くもって全然悪くないのです。大画面で高画質ってだけで何を映しても感動してしまう。というのも私の友人に見せびらかしついでに一緒にゲームをしてみたんですけど、最初はちょっと引いてたくせに真面目に検討し始めちゃって、最終的には何から何までしっかりメモして帰りましたからね。アホみたいなでかい画面を自宅に設置できるなら、欲しくならないってことは難しいんじゃないかなとも思いました。というわけで今回はこの辺でおしまい。